はい、皆さんこんばんは、はちやとらこです。動画を撮っていきます。はい、今日は横画面でお送りします。はい。聞いてくれるいや、さ、ちょっとね、今日は長くなるよ。そう。今日は長くなるはずなので、わかんないけどね、編集であれするかわかんないけど、長くなるので、今日は水分を取りながら、いやもうほんともう何なのと思ってうんいやさバイトの話なんだけど、まあ結局ね、いつものいやなんかさあんまり好きじゃないなと思って、いや何かっていうと、前にさほらうちのアルバイト先に、海外の方ブラジルの方が入ってきたって言ったじゃない。そう言ったのよ。そうですごいいい人なのよ、その方が。まあ名前は出しちゃダメだからなんどうしよう。じゃあ仮にミスター X にしようよ。X さんっていうブラジルの方がいますと。はい。でね、その方が、学校に通いながら、まあ、うちでバイトをしてくれてるんだけど、で、まだまだ日本語が全然できないんだけど、まあ、それはね、来たばっかりだから当たり前なんだけどさ、それで、すごいいい方で、まあ、男性の方で、俺の1個上だったかな ?37 歳だったかな、まあ、それぐらいの、36、7の方で、そう、ほいで、すごいね、勉強熱心というか、覚えようっていう気概がある方で、仕事を一生懸命覚えようって。で、もう一方ね、別で、X を使ってた Y さん、そう、Y さん、X と Y さんがいて、そう、X も Y さんも両方とも、ブラジルの方なの。で、その方たち2人ともすごい腰が低くて、で、一回教えたことは、なんかメモとか頑張って取ってくれたりとか、まあ、何か言われても分かりましたって、はいって言って、全部いろいろやってくれて。だから、全然なんかほら、マジ仕事とかだりーとかって全然そういうタイプじゃなくて、なんか一生懸命やってくれてるの。で、ほら、俺もさ、なんかちょいちょい、向こうさんのその言葉を教わったりとかして、オブリガードって。オブリガードって言ったら、ジナーダって、どういたしましてとかさ、なんかそういう、言語のね、こととかも教わったりとかして、コミュニケーション楽しく取りながら一緒に仕事してるんだけど、なんだけど、俺がムカついてるのは何かっていうと、その方々にムカついてるんじゃなくて、うちのその上長さんだよね。だから、リーダー的な人だったりとか、その先輩とか、まあその上の人よ。まあボスよね、ボス。そう。で、そのさ、ボスがさ、なんか俺あんまの態度っていうか、そのスタンスがあんま気に食わなくって。まあ例えば、なんだったかな、まず呼ぶときが、なんか、X! あれやって、これやって、X! なんだろう、外国の方だから日本語がわかんないからって言って、そのタメ口聞くの俺あんま好きじゃないのよ。その相手が日本語がわかろうがなんだろうが、ちゃんと日本の文化として敬語っていうのが存在してるわけだからだし、なんならその外国の方の方が年上だからね。そうに対してその口の利き方なんだろうなってちょっとイラッとしてるというのはまずワンポイント1イラッと。そうでもう一個はあのフレーズが嫌だったな。さっき教えたじゃんっていうフレーズが俺は好きじゃないのよ。うちさ、まあ前も言ったけどファストフード店なのよ。そう有名なファストフード店なのそうで、ほら普通のさ、なんとかバーガー、なんとかバーガー、なんちゃらバーガー、なんたらバーガーっていうそのバーガーの種類だけでも多分ね20種類ぐらいあると思うんだよね、あれって。で20種類以上あるバーガーで、なおかつもちろんなんだ中に入ってるその入れる材料、
このバーガーにはこのソースをかけるとか、このバーガーには、このレタスを入れるとか。でもこのバーガーには細かい刻んであるレタスじゃなくて1枚の葉っぱみたいなレタスを入れるんだよとか。でこれの場合はトマトを入れるけど、これの場合は卵を入れる。でもこれの場合は卵を入れないけど、この場合はこれの場合はみたいなもうね、すごい多岐にわたんのよ。で、またほら、季節限定メニューとかもあるじゃん。だから外国の方が一生懸命覚えた、やっと覚えたその季節限定メニューはもう1、2ヶ月ですぐなくなっちゃうじゃん。とか、うちは一応オーダーが画面に表示されるのね。でもなんちゃらバーガーとなんたらバーガーっていうのをお客さんが頼んだら、それが、その注文画面にファッて表示が出るの。で、その表示ももちろん当たり前だけど、日本語で出るのよ。だから、その日本語の文字を見ながら、で、しかもカタカナだったりするわけ。もうカタカナなんかさ、もう同じにしか見えないじゃん、あんなの。俺ら日本人が多分韓国語とか中国語とか見ても全部同じに見えるじゃん。同じ記号とかさ。ロシア語とかわかんないでしょ、記号みたいなやつ。あれがさ、似たり寄ったりのさ、なんとかバーガー、なんとかバーガー、もう同じバーガーなわけ。ちょっと違うぐらいの。それを見ながらさ、これは、こうで、ああで、とかって一生懸命やってんの。で、そのバーガーによってもそのパンの種類も違うし、バーガーごとにもちろんその、紙包んでるラップの、形も違うし、で、そのパンを焼き上げて、で、焼いたらそのラッピングの上に、パサって置くんだけど、その置き方もこうだったり、こうだったり、こうだったり、こうだっていうか、まあ、とにかく置き方もバラバラだし、決まってるからさ、だから、日本人でさえ覚えんのすげえ大変なの。わけわかんない。わけわかめなの。で、ほら、俺はさ、実は学生の頃それはやってたのよ。そのチェーン店で学生の頃アルバイトをちょっとしてたから、だから、まあまあわかるわけ。初めっから、なんとなく、きっとこうなんだろうなとか。まあ一応十数年前の記憶だけど、そんなに大きくは変わってないだろう、つって。今までやったことがない、しかも外国の方がフラッと来て、一生懸命頑張って、もう偉いよ。なんかさ、もうごめんね、話進んじゃって。興奮しちゃって。すごいメモ見せてもらったんだけど、その外国の方の、そのメモにさ、びっちりさ、このなんとかバーガーは何々を入れる、何々入れるとかっていうのを勉強してんのよ。かわいそうと思って。いいんだけど、とか、なんかチラシとかもわざわざ自分でコピーしたりとか、なんか印刷とかして、でそれになんか細かく書き込みとかしてあるわけ。それで一生懸命覚えようとしてんの。で、一生懸命覚えようとしてるその人に対してさ、なんか、さっき教えたよね、とかって言うわけ。その、ボスが。この野郎って思うじゃん。まあ、俺はね、思うの。その外国の方がどう思ってるかはわからない、それは。なんだけど、その旗から見てて、俺は、その言い方はさ、って。それはさ、違うよねって。だってもう、なんだろうな。さっき教えたじゃんは、違うよ。ごめん、同じこと何度も言って申し訳ないけど、さっき教えたじゃんは違う。はじめはもう同じこと何回でもいいから、聞いてくれっていうスタンスじゃなきゃダメじゃん。普通に考えて。だってさ、もう、そんだけ種類がたくさんあるんだよ。だから、さっき自分が作ったやつ、その間になんとか、じゃあ例えば A のバーガー作りました。A のバーガー覚えたぞってなった後に、B バーガー、C バーガー、D バーガー、F バーガーがあっての A バーガーじゃん。もうわかんないじゃん、そんなの。わかるわけないじゃん。そう。だから、その時はもう何度でも同じことも聞いてもいいよって言ってあげないでじゃん。それをボスが言ってあげなきゃ。まあだから一応ね、まあそのボスだから、上長だから、もう俺もほらペイペイだからさ、そんな言えないわけよ。いや、ボス、それは違うよ。とかは言えないの。だから一応俺が間になるべく入るようにして、じゃあ俺教えるの好きだから、何回でも聞いてとか、同じこと何度聞いてくれても構わないんだよ、とか。全然問題ないよって。俺何回も言う。センプロブレマス伝わってんのかわかんないけど、いつも言う。何も問題はない。そう、なんかそういうポジティブなことをね、なるべく言うようにするの。
でさ、またその人たちもさ、なんか一回怒られるとさ、すいませんとかって、もうなんか、また間違えちゃったとかさ、とかってやんの。もうほんとかわいそうで。もう終わったら一緒に喫煙所行こうぜって思うんだけど、まあその人たちタバコ吸わないから、あれなんだけど、だからなるべく、俺は、その気にしないでって、当たり前だよって。わかるわけねえよ、そんなのって。今怒ってるそのボスは、どうせ覚えるのに1、2、3、4ヶ月かかってんだから。今はそのもうほらね、5年選手とか10年選手のベテランだから、そんなこと言うんだけど、誰にだってさ、初めての時ってあるじゃない。初めての時って同じこと何回も聞いて、やっとそれで覚えるわけじゃん。それが普通じゃん。当たり前じゃん。それをさ、なんかさ、たった1回教えたぐらいでさ、さっき教えたじゃんはさ、この野郎って思うよね。そう、まあまあ、言うてもしょうがないかな。だから俺にできることをただね、粛々とやるようにはしてるんだけど、ちょっとね、もう、ムカついちゃったもんで、動画で言ってやろうと思って。いない人の悪口言ってやろうと思って。はい、っていうお話です。はい。ごめんね。俺の、せっかくさ、なんか女装の楽しい動画見ようって思ってたみんながさ、俺の愚痴を一方的に聞かされるっていう動画嫌だよね。ごめんね。まあこういう時もあります。はい。これに、懲りずまた、見に来てください。またねー。